吉田です。今回はアナログポケットの OS にフォーカスして、メニュー画面でできることや中断セーブなど、機能を紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。基本的にはメニュー画面から設定変更が行えます。ディスプレイモードで表示方法を変更することができます。アナログ GB がオリジナルの表示方法、オリジナル DMG が初代ゲームボーイ風、オリジナル GBP がゲームボーイポケット風、オリジナルライトがゲームボーイライト風、ピンバルネオンマトリックスはよくわかりません。バーチャルボーイっぽい感じ？ちなみにこんな感じでアナログボタン左右でも変更できます。カラーパレットからゲームの配色を変更できます。ちなみにこれはアナログ GB の時にのみ適用される設定です。アドバンスでゲームボーイを起動した時の感じに似てますね。どうやらファームウェアアップデートで色をカスタムできるようになりそうです。ゲームボーイカラーではドット感なし、ドット感ありと変更できます。アドバンスではパッキリとした表示、オリジナル GBA 風表示、アドバンス SP 風表示と変更できます。フレームブレンディングってなんだこれって思いましたが、ウェーブレースとか F0 で遊ぶ際に有効にすると良いらしいですね。シャープネスは数値を下げることでピクセルをぼかすことができます。サイズポジションで画面表示の大きさや位置を変更できます。ゲームボーイではあまり使い道がない気しますが、ゲームボーイアドバンスではフルスクリーンするなど工夫ができます。戻したい場合はリセットで行えます。デサタレーションはサイドを落とすことができます。なんで使うのか正直わかりません。オーディオは音量だけなので省略。コントロールはボタン設定ですね。AB ボタンを BY ボタンに割り当てられます。GBA にはスーパー GB に加えてミラー LR があります。これは XY ボタンに LR ボタンを割り当てることができる機能で、操作性は変わりますがカートリッジゆるゆる問題が気になる方も、安心して操作することができるようになります。まあ今のところプレイ中にカートリッジが緩んでしまったことはないんですけど、強制 GB モードをオンにすることでゲームボーイとして動作させることができます。アナログポケットはデフォルトがゲームボーイカラーとして動作しているので、一部のゲームボーイ専用ソフトや、ゲームボーイカラー共通ソフトを遊ぶ際に役に立つ設定ですね。ディスプレイは明るさのみ、明るさはアナログボタン音量ボタンでも調整できます。オーディオはローインピーダンスのみ、ヘッドフォン用の設定ですね。アナログ OS の項目から、起動時の画面をメニュー画面にするか、直接ゲームを起動するか選べます。私は直接カートリッジを読み込む設定にしています。ベータと書いてあるところから、クイックセーブをオンにできます。オンにするとこのようにアナログボタン十字キー下でクイックロード、アナログボタン十字キー上でクイックセーブができます。こんな感じでロード可能、ベータ版なので今後に期待ですね。メニュー画面は現在グレー表示されている項目が多くあります。今後のアップデートで追加される機能ということを意味しています。ツールズから音楽作成ソフトナノループが遊べますが、カセットが刺さった状態では起動できないようです。ナノループは音楽制作ソフトで、いわゆるチップチューンをゲームボーイ実機で作ることができるソフトです。LSDJ よりも直感的に操作できるのが面白いです。GB スタジオを選択し、マイクロ SD に入れたゲームを起動すると、GB スタジオ製のゲームを起動することができます。フリーのゲームボーイ用 RPG スクールのようなものなので、今後遊べるゲームが増えていきそうで期待ですね。ついでに試したのでご紹介。私が所有しているゲームボーイ用フラッシュカートリッジ、イージーフラッシュジュニアは動きませんでしたが、アドバンス用のイージーフラッシュオメガは動いたので試してみました。無事起動できました。これを使うことにより配布されている GBA 用のフリーゲームとかも、遊ぶことができるのが醍醐味です。他にもファミコンを遊べたりで楽しみ方が増えますね。はい、ということで、ファームウェアの更新などで機能追加などあればまた紹介しようかなと思います。ではでは。